ぐる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 。あ、重っ。琵琶湖博物館の学芸員の羽賀弘樹と言います。私は普段、琵琶湖の何個の水草が増えたり減ったり、あるいはどうしてこんなにたくさん生えてるんだろうかということを研究しています。水草というのは、水槽などに入れたりするので皆さんにも馴染みのある生き物だと思います。で、水草があると水が透明になったり、魚が餌場に使ったり、あるいは隠れ家にしたりということで、湖の生態系の中ではなくてはならない存在です。昔、琵琶湖の水草というのは沿岸に住む農家の人たちの重要な肥料になっていたということが分かってきたことです。で、私の後ろに琵琶湖眺望神経図というのがありますけれども、これは江戸時代のおしまい頃に描かれた琵琶湖の風景の絵ですけれども、この中にも、水草を取っている様子が描かれています。2本の棒を使って何かもしゃもしゃしたのを上げているのが、水草を取っている様子です。で、この、琵琶湖から水草を取ってきて田んぼにまく行為を藻取りというふうに呼ばれていました。こんな2本の棒で果たして藻は取れるんでしょうか。これは試してみるしかありません。この本に藻取りの道具のことが書いてあるんです。これがその図ですね。今回は、この2本の竹のものと、それから釘を使って、熊手のような形をしたもの、この2つを作ろうと思います。で、実はこの、図説にはちゃんと長さ何十センチで釘は何本打ってどこの水草を取るんだということが記されているわけです。実際に道具を作って藻取りに行ってみます。はい、マリーナに着きました。これから出かけようと思うんですけれども、まずはちょっと道具の説明をしておきたいと思います。で、今手にしているのは、ハサミまたは箸と呼ばれるものです。先ほど見ていただいた江戸時代の絵に描かれていた、道具ですね。で、このようにシンプルに2本の竹、2メートルぐらいの2本の竹を紐で結んだだけのものです。で、実際動かしてみるとこのように動きます。2番目の道具はモカキと呼ばれるものです。40センチほどの木の棒に、釘を8本打ってあります。で、これに使っている釘は、昔ながらの輪釘と呼ばれる四角い釘です。で、これを、ずっと長い棒の先につけています。もうこの辺でやろうかね。今ここは水深がだいたい2メートルぐらいの場所ですね。このように水草がもうびっしりと生えてます。で、パッと見ただけで3種類か4種類水草がいます。カメラを中に入れてみます。今見えてるのはコカナダモの、群落ですね。すごくびっしり生えてるのがわかるかと思います。で、ちょっとずらしますとちょっとしょぼしょぼっとした感じがしますけども、これは、在来の水草です。トリゲモの仲間ですね。それから、これが笹葉藻、笹の葉っぱのような、葉っぱをしています。テープのような葉っぱをしているのがコウガイモです。で、これは昔から琵琶湖に多い種類で、肥料としても一番よく使われていた中の一つというふうに言われています。はい、じゃあ藻取りに挑戦してみたいと思います。最初はこのハサミからいきます。本当にこれこんなんで取れるんでしょうか。まず差し込んで挟みます。で、ぐる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 っとねじって、あ、重っ、硬い。取れました。意外と取れました。おお、これだったら簡単に取れそうです。また行きます。ぐる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 っと回して、
よいしょよいしょ。なるほど、取れるわこれ。こんなに取れるんだっていうか、本当にスパゲッティみたいに巻き取られてきます。よいしょ。今これちょっと泥を落とし加減にしてますけども、本当は、肥料としては泥も大事なんで、泥も一緒に取ってたみたいです。どうでしょう、3回でこれぐらい取れちゃいました。はい、先ほどより少し沖に来てます。でこの辺に来ると、在来種でちょっと別の種類が出てきます。ホザキノフサモというやつで、よく金魚鉢なんかに入ってる鳥の羽の形の葉っぱをした、非常に綺麗な水草です。先ほどのハサミで、十分取れるのが分かりましたので、今度は次の、道具を使ってみたいと思います。はい、ではここで、このモカキを使ってやってみたいと思います。これでまたたくさん取れるんじゃないかなというふうに思います。なんかすごい使いにくいです。浮いちゃう。あれ、なかなか浮力が強くて沈めるのが大変です。あ、そこに着きました。さて、これでどう動かせばうまく取れるんでしょうかね。とりあえずガサガサとやって持ち上げてみます。あ、今度はさっきの浮いちゃうのが幸いして、取りやすくなっています。箸と比べてそんなにたくさん取れるって感じではないんですが、もしかしたら効率はこっちの方がいいかもしれません。重い。箸よりも大変かな。でもこれはここが上まで伸びてきちゃってますけども、上まで伸びてきてないところでも取れるというのは利点ですね。ちょっと試しに箸やってみましょう。全然届かないです。だからやっぱり深いところと浅いところで使い分けてたんじゃないかなっていうふうに思います。なんか浅いところで箸でやってるのが楽ですね。1時間もう取ってこれぐらい取れました。で、素人が取ったので、700キロには程遠いんじゃないかなと思うんですが、初めてにしてはよく取れたかなと思います。でちょっと戻ってこれが何キロぐらいなのか、調べてみたいと思います。マリーナに戻ってきました。でここにあるのが1時間で取れた水草です。これが一体どれぐらいの重さ取れたのか、これから測ってみたいと思います。このカゴいっぱいでだいたい10キロということになります。それで考えるとこれは40キロかせいぜい50キロぐらいっていうところですかね。昔の農家の人は1日で700キロ取ったということですから、これの12倍取らなきゃいけないということです。ちょっと間近という感じで、すごいですね。はい、ということで全部で、1、2、クロもコカナダもホザキノフサもササバも松もオオトリゲもだからだいたい6種類かな。で琵琶湖の南湖だと全部で14種類ぐらい出てくるので、半分今日は取れたのかなというふうに思います。コガイモがこの中に入ってました。で昔の南湖ではこれがむっちゃ多かったというふうに、記録が残ってます。多分たくさんあって一番取りやすくて、あと腐りやすいので肥料にすぐ変わってくれるっていうのがあったみたいです。
はい、琵琶湖博物館に戻ってきました。でここは生活実験工房というところです。でせっかく取った水草肥料にしていたということですので、生活実験工房のあそこの畑に入れようと思います。資料によると、夏の藻は畑にマルチのように敷いて使うことが多かったようです。で一部はこのまま発酵させて来年の田んぼに使ったそうです。はい、だいたい畑に巻き終わりました。でだいぶいっぱい取ったように見えたんですけども、こういうちっちゃい畑に巻くのでもう全部使い切っちゃったので、やっぱり田んぼに巻くんだとするともう何十倍か取らんといかんのだなというのを、思いました。でこれは、そのままにしておいても肥料になってくれますし、場合によってはすき込んだりして、使うそうです。2本の竿で本当に取れるのかっていうのをものすごく疑っていたんですけども、この取りは成功しました。熊手の形をしたやつよりも2本の竿の方が実は取りやすいということが分かりました。だからここにある江戸時代の絵というのは本当であるということが証明されたわけです。あれだけ頑張って取ったんですけども、40キロか50キロぐらいで、昔の大人の方が1日で取ってた量の10分の1ぐらいしか取れなかった。やはり昔の人はすごいんだなということを思います。琵琶湖の中にあんな風に草原ができているということ、それが藻取りという形で、採取できること、昔の人はそれを肥料として使っていたということを分かっていただけるといいなというふうに思っています。最近琵琶湖の南湖ではこの水草が増えすぎていろいろな問題が起こっています。水草が水面まで来てしまって船が通れなくなったりですとか、風でちぎれた水草が大量に流れ着いてものすごく臭かったりですとか、そういったことが起こっています。滋賀県では迷惑になってしまった水草を刈り取りをしてるんですけれども、この昔の知恵を生かして堆肥化して皆さんにお配りしています。そういった形で関わるということもできますので、皆さん興味を持っていただけたら幸いです。この動画が、面白かった方、琵琶湖博物館に来たいと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。では、琵琶湖博物館でお待ちしています。